どうもソンツンです。今回の動画なんですが、私が最近気に入ったお店3つか4つか5つか選んでね、それを1つの動画にまとめてね、お届けしたいなと思いますので、そこではお茶したりコーヒー飲んだり食事したりお酒飲むかどうかちょっと分かんないですけれども、とにかくこれからどうぞ動画の方お楽しみになってください。はい、じゃあまず一発目はこちらになります。過去の動画でも何度か出てきたエリアではあるんですけれども、こちらですね。グアンチェンジョンジェというエリアになります。これをまっすぐ行きますと素敵な中国茶が飲めるお店があるということで、これからそっちの方にね行っていきたいなと思います。この提灯のところらへんにお店があると聞いてまして、あれか、白いのれんがかかっているところですね。こちらのお店になりますね。お店の名前がこのハオハフ茶、ホホホ茶とね、なんかカタカナで書いてる方がいらっしゃったんですけれども、メニューはこちらお店のところにありまして、ほとんどというか全部ですね、中国茶になるんですね。梅酒を使ったのもあるみたいですね。でお茶受けとして、こういったですね、お菓子がありまして、わらび餅といった和菓子もありますし、こういったブラウニーであるとか、あとチーズケーキなんてのもあります。で日本語も書いてますね。営業時間が12時から夜の7時半まで、火曜日が休みだそうです。じゃあまずこちら店内、アンティークな内装になっています。以前は全く違うお店を経営されていたらしいのですが、オーナーさんが台湾で育ったことがある経験から、台湾からお茶を仕入れてこういったお店を開いたとのことです。上の階にも座れる席がありまして、作業をしている方もいらっしゃったので全体は映しませんでしたけれど、ちょっとアトリエっぽいような空間かな。で窓側の方にはこれはカップルシートですね。入り口前にもメニューがありましたが、あれはごく一部で、実際にはそれ以上にお茶の葉っぱの種類がたくさんありまして、選びきれないほどです。自分の好みなどをオーナーさんに伝えると、それに合わせてお茶の葉っぱを紹介してくれます。他にはラテとか、ココナッツミルクの使ったようなドリンクだとか、入り口のメニューにも紹介されていた梅酒、自家製でできています。こちらはペイルインクというコーヒーリキュールになります。じゃあ再びお茶の話に戻しまして、深く濃い味わいのお茶が飲みたいということをオーナーさんに伝えたところ、おすすめされたのが左から2番目、ズーヤーシャン茶です。野生の古い木から茶葉が収穫されるとのことで、木の香りがすると教えてくれました。で、これが囲碁のテーブルになってるんですけれど、すべて揃って出てきました。まず自家製梅酒を使った梅酒ロック、そしてオーナーさんがおすすめしてくれたズーヤーシャンチャー、そしてお茶受けにわらび餅を注文しました。個人的にも初めて飲むお茶だったんですが、スモーキーな感じの口当たりで香ばしくて高級な品質の紅茶っていう感じがしましたね。お次は私が大好きな和菓子のわらび餅です。私が奈良出身だからか昔からわらび餅好きなんですけれど、これも日本で食べるのと遜色ないくらい、もうはっきり言って同じ味でしたね。あと日本茶だけでなく今回のズーヤーシャン茶とも結構わらび餅と相性がね合ってました。続いて梅酒ロックになりますが、台湾産の梅と台湾産の焼酎を使用して作られたとのことですが、これも日本の梅酒とね味はもう全く同じでしたね。こちらも梅酒、ウイスキーと台湾産の黒糖を使用している黒糖梅酒をちょっといただきました。先ほどのよりも甘みが強くて、味としてはブランデーに似ておりました。
てな感じになりますが、店内には台湾産の茶葉や自家製の梅酒などお土産用に販売されています。世界遺産のセナト広場やセントポール天主堂跡からも徒歩圏内ですので、ぜひ一度店内でゆっくりとお茶をしてみてください。ではここからはザオトゥイチというストリートを歩いていきます。この動画の最初の方に紹介したハオハオフ茶ですね。中国茶のカフェがあるこのグアンチェンジョンチェというところの付近のもうすぐ横のストリートになるんですけれども、こちらをまっすぐ行きまして、でこちらのお店になりますファンタビンシーというお店でちょっと食べていきたいなと思います。いろいろとねメニューはあるんですけれども、なんかちょっと変わったエッグタルトがあるらしいので、それを食べてみたいなと思います。これだ、今ちょうど出たこの目玉焼きのが上に乗ってるこのタルトですね。ではまずレトロな感じな店内、中の螺旋階段によってより一層雰囲気が出ています。注文はこちらの QR コードをスマホで読み取ると、各メニューがこのように表示されます。今回はエッグタルトを2種類と黒乳牛コークウィズヨーグルトにしてみました。これがその黒乳牛コークウィズヨーグルト、コーラの上にヨーグルトです。で、飲んでみた感想はというと、これすっごく良かったです。コーラの上にヨーグルト、甘みが幾分抑えられて、でその分酸味が出てきてね、夏に飲むとこれいいんじゃないでしょうかね。興味あればコーラと市販のブルガリアヨーグルトを買ってきて試してみてください。そしてこちらが注文したエッグタルト2種類。まずはオーソドックスなスタイルのエッグタルトから、周りの生地がミルフィーユ状になっています。なのでサクッとした食感がありまして、味は以前こちらの動画で紹介したバムというお店のエッグタルトに似ているかなと思います。断面はこんな感じです。じゃあこれが今回一番食べてみたかったエッグタルト。見栄え的にもまさしくエッグタルトだっていう感じじゃないでしょうか。フォークとナイフを使って断面をお見せしようとしたんですが、うまい具合に切れなかったんで、もうそのまま手で口に運びます。で、そのお味はというと、カレー味になっていて、中に牛肉が入っているんです。エッグタルトとカレーを結びつけるのは自分の発想にはなかったんですが、とっても素晴らしいお味でね、少々食べにくい点はありますが、これはめちゃくちゃおすすめしたいエッグタルトですね。では今回食べたのはこれだけですが、他にもいっぱいメニューがありますので、またどこかのタイミングで改めて動画で紹介したいなと思います。それと店内は奥行きも結構広くあって、上のフロアは多分立ち入り禁止と思います。営業時間こうなってます。火曜日は定休日です。ではこちら金銀島民盛世界酒店両方トレジャーアイランドホテルですが、館内にラーメン屋がオープンしたとのことで早速行ってきました。館内の1階に店舗があります。お店の名前は九大麺屋になります。営業時間はこのようになってます。店内はゆとりのある空間でテーブル席とカウンター席に分かれています。なのでお一人はもちろんのこと、カップル、友達、家族でも入りやすいお店です。ラーメンは3種類あって、まず1つ目がこちら九州魂豚骨ラーメン、2つ目が京都匠魚介スープラーメン、最後に函館スタイル塩ラーメン。本当はこれを食べたかったんですが、この日は提供していないっていうことだったので、豚骨ラーメンの黒ニンニク油にしました。その他天ぷらとか唐揚げとかサイドメニューもありまして、デザートにはぜんざいとか、ラーメン屋ではちょっと珍しいですけれど、こちらはドリンクメニューです。アルコールはスーパードライぐらいですかね。こちらが友達が注文したノーマルタイプの豚骨ラーメンで、見た感じよく似てますが、私が注文した黒ニンニク油の豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンなのでやはり細麺タイプ、非常に香ばしそうなチャーシュー、他いろいろと具材も入ってます。
お味ですが、黒ニンニク油がふんだんに使われていたとはいえ、豚骨ラーメンにしてはあっさりとしていました。こちらのスープ、もちろん自家製とのこと。では、この後もう一回日本式ラーメンになります。続きましてはもう一発ラーメンになります。このソフィテルポンテ16ホテルの向かいにある、路地の中をですね歩いていくんですが、その路地の名前っていうのがイエンジュジャオジエというんですけれど、この路地をほんのちょっと歩いたところにですね、新しくできたラーメン屋さんがあるんです。個人的には私もね1回だけ行ったことがあるんですけれども、このコンビニのすぐ隣にあるチーフラーメン、キトララーメン、営業時間はこのようになってます。水曜日が休みですね。鶏白湯ラーメンがメインのラーメンになってます。では店内の様子はこんな感じ。すべてカウンター席のみとなります。注文はこちらのオーダー用紙を使います。5タイプのラーメンがありまして、麺の硬さや追加の具材、餃子や唐揚げなどのサイドメニューもこちらから選びます。注文して5分程度でラーメンが出てきました。こちらはおつれさんが注文したオリジナルテイストの鶏白湯ラーメン。私は鶏白湯醤油ラーメンにしました。麺はわりかし細麺タイプで、具材は海苔とチャーシュー2枚、ネギ、煮卵に鶏肉も入っています。あとメンマもですね。この数年でマカオにもラーメン屋さんがいくつかできましたけど、鶏白湯ラーメンはまだまだマカオでは珍しいラーメンです。クリーミーで上品な味わいと思いますが、マカオの人にはどこまで受けるかどうかちょっとわからないところですね。隣のおつれさんは美味しいと言ってましたけれど。で、このお店で嬉しいサービスがありまして、それが替え玉1回目はなんと無料での提供です。なので普段は替え玉はしない派なんですが、せっかく無料だし替え玉を1回追加してみました。正直そんなに食べると腹めっちゃいっぱいになりましたが、たくさん食べたい人には嬉しいサービスですね。では以上、ラーメンを2店舗紹介しました。マカオならではのグルメではありませんが、旅行中滞在中、日本の味が恋しくなったらぜひ行ってみてください。では続きましては、やはりマカオなのでポルトガル料理店も1軒紹介しておきたいなと思いまして、ラザロエリアというところにありますスリーサーディーンズというお店になります。これがお店のロゴですね。ポルトガル料理レストラン兼ちょっとしたバーにもなっているという店内です。お店が位置するのはこういった名前のストリートになりまして、雰囲気がこんな感じなんですね。ヨーロッパ風な作りなところです。ではここから中に入ります。店内は2フロアに分かれてまして、レストランよりバーの雰囲気が多く出ていますね。この動画概要欄にリンク先を出しておきますので、そこから全メニューが見れます。写真付きではありませんが、英語、ポルトガル語、中国語で記載されています。ワインリストも非常に充実しております。もちろんすべてポルトガルワインです。ポルトガル独特のポートワインにデザートワインなんかもあります。私としてはポルトガルのクラフトビールを飲みたかったのですが、すでに売り切れになってまして、こちらのビーニョベルデという別名グリーンワインをいただくことにしました。ビーニョベルデ独特のほんのちょっとだけ発泡性のあるワインで、口当たりが非常に良かったです。料理の方はというと、映像ではちょっと分かりにくいかもですが、すべてスモールディッシュなんですね。ですので、1回の食事でいろんなものを食べてみたいという方にちょうど良い量なのかなと思います。デザインも非常に凝ってまして、例えばこれなんかは鳥かごに入ったうずら卵のフライなんですね。素朴な料理ではありますが、芸術性を生かした料理提供方法だと思います。こちらはポルトガル料理定番の焼きイワシですが、釣り竿で釣り上げるという、
子供から大人まで楽しむことができます。私が特に気に入った料理がこちら、フライドオクトパス、タコの足のフライなんですが、このタコはものすごい柔らかい食感で、もう口の中に入れた瞬間にとろけそうな感じなんですよ。こんなに柔らかいタコっても初めて食べたかもしれません。では営業時間はこちら、週末の金土日のみお昼から営業しています。あと事前予約するのがベストです。概要欄にあるリンク先から予約可能です。以前にもとある動画でこのラザロエリアの夜のこの街灯がですねすごく綺麗になるということでですね、おすすめの時間帯ではあるんですけれども、もしスーリーサーディーンズで食事される場合、夜の時間に来ていただきましたら、こんな風景のですね写真が撮れるということで、食事もそうですけれども、この周りのですね雰囲気もお楽しみいただけるという、そんな場所でございます。続いてこちらのお店になります。タンバオというですね、以前にある動画では紹介したことがあるんですけれども、こちらのオーナーさんからね、連絡いただきまして、また紹介してほしいということで連絡をいただきましたので、せっかくなので今回の動画でも、紹介させていただきます。場所に関してはですね、その過去動画をご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、マカオの北部ですね、5GK というエリアで、ドンキーの1号店の近くにあるお店になります。店内はこんな感じ、こじんまりとしてまして、ランチタイムには学生さんも多いようです。お店の名前の通り、小籠包が一番の売りだとのことで、いくつかの種類があるんですが、今回注文したのはシエフワンというカニ味噌肉が具材の小籠包、それとジマジャンラオミエンという、スープなし麺ですね。あと飲み物は自家製豆乳、それがこちらです。他には4タイプのセットメニューなんかもあります。まず豆乳ですけど、なかなか濃い味わいでね、さすが自家製といったところですね。じゃあ料理は注文して5分で全部出てきました。まずこちらが小籠包、シェフワン、シャオロン、タンバオ。たった5分でこんなうまそうな小籠包が出てくるのが嬉しいところであります。そしてもう一つがジュマジャンラオミエンという白ごまペースト和えの麺です。ラオミエン、日本語読みでロウメンというのは、日本で言うと混ぜそばに近いんじゃないんでしょうか。で、このローメンなんですが、お箸で麺を持ち上げるたびに白ごまのいい香りがぷはーっとね、漂ってきてまして、もうその時点ですでにうまい。で、あと映像ではね、ちょっと食感がゴワゴワしてそうに見えるかもですが、実際食べてみるとそんなことはなくて、結構つるっと食べれるような、そんな食感です。で、味の方はどっちかっていうと少し甘みのあるような感じでしたね。そして一番メインの小籠包、皮が薄そうで慎重にお箸でつかみます。まずはそのままで食べてみましたが、思った以上にあっさり味でした。で、皮も非常に薄くできておりまして、とっても食べやすかったですね。これはね、うまいという表現以外はもう出てこなかったです。具材のカニ味噌肉とスープ、こんな感じです。小籠包はそのままで食べても美味しいんですけれど、黒酢にちょっとつけて食べてみるとさっぱりした味わいになりますね。お好みに合わせて試してみてください。あと変わり種としてチーズ小籠包だとかトリュフの小籠包っていったのもあります。気になる方はぜひ足を運んでみてください。今はマカオ半島南部の南湾ダーマール南湾大通りというところに来ております。前にですねニューヤオハン百貨店があるんですけれども、これが目印っちゃ目印なんですが、今から行くのがですね、こちらの白いこのソフトクリームのね飾りが置かれている、この突き当たりにあるのがですね、これから行くお店になっております。店の名前がコティスというお店になりまして、コティスというのはマカオの企業ではあるんですけれども、日本式カフェを経営している、そんなお店になります。営業時間こちらに出てますので、こちらを参考にしてください。
で以前にある動画でですね、このコティスっていうリスボエタの中にもね入っておりまして、そちらの方を紹介させていただいたことはあったんですけれども、今回はこの半島側の南湾店というところになりまして、以前にもね食べたことがあるんですが、今回もこちらの牛乳プリン、マカオで有名な牛乳プリンというですね、このイーソンという牛乳プリンと、そしてこのソフトクリームがその牛乳プリンの上に乗ったやつをですね、これから食べたいなと思います。ですのでコティスというカフェと、それから牛乳プリンで有名なイーソンというお店のコラボした商品になっているんですね。若干日本語も2層の幸せシュワンピー内っていうのが牛乳プリンという意味なんですけれども、2層の幸せシュワンピー内で味わうマカオの味。コティスカフェの中国名が代官山コーヒー。じゃあ突き当たりまで行ったところがお店になります。テイクアウトもできるしね。でこういったところでコーヒー飲んだり牛乳プリン食べたりすることもできます。店構えはこんな感じになってます。店内は BGM が入っていたのでアフレコにて対応します。ソフトクリームをはじめとしてコーヒーとかラテとか、普段は日本でいうと渋谷とか原宿にいてそうな女の子のお客さんが多いようです。メニューの一部は写真でも紹介されてまして、グッズコーナーにはなぜかけん玉売ってます。479パタカ、日本円で9000円くらい。けん玉ってそんなに値段高いもんなんですかね。説明するまでもないですが、上がソフトクリーム、下が牛乳プリンです。じゃあ早速いただいていきます。バニラだな。リスボエタで食べた時はこのソフトクリームがリンゴ味だったんですけれど、南湾店の方はバニラになってるんだな。溶けるのが早い。なかなか濃厚な味わいでね、美味しいです。単に牛乳プリンだけでも OK だそうです。ソフトクリームの味は多分ね、この店はバニラだけなので、これ注文した時に何味にするとか聞かれなかったんで、多分バニラ味だけですね。でソフトクリーム溶けるのが早かったんで先にバーッと食べちゃいました。でこの下にあるのが牛乳プリンです。ニューヤオハンの百貨店も近くにありますし、世界遺産とか観光地とかね、あとリスボアとかカジノホテルからもそんなに離れたところにあるわけじゃないですのでね、またいつかここにいらしてみてください。じゃあ全部食べ終わりました。これガラス製なんですけれども持ち帰り可能なので、今日は1個持って帰りたいなと思います。持ち帰ろう。っていうかお店に売ってるけん玉ここにもあるんだ。ちょっとやってみようかな。難しい。うわいった。あかん、無理だわ。じゃあこんな感じでですね、一応6つか7つかぐらいね選ばさせていただきましたけれども、メジャーなグルメをそう紹介したはずじゃなかったので、どっちかっていうとマカオ旅行リピーター向けとかマニア向けとかっていう感じにやっちゃったかなと思うんですけれども、また気になるお店がありましたらですね、ぜひ一度行ってみてください。じゃあ今日はここまでということにしておきましょう。マカオ散歩のソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。バイバイ。